撮影時に僕コロナになったっていうのが発覚したんですよ。やばい、こいつやばいみたいな、もう悲鳴上げてる人もおって、それ見て。どうも、たけしです。今日はモデルの仕事で大変やったことっていうことで、僕が今やっているこの仕事の中で楽しいことも嬉しいことももちろんあるんですが、その中でも大変だったことをピックアップして、話していきたいと思います。まずはじめに、この仕事は本当すごく楽しくて、いろんな経験させてもらったり、いろんなとこ行けたりっていうので楽しくやっているんですけど、その中でももちろん何度か大変やったりしんどかったなっていうことがあって、で1個目がこれモデルあるあるになるんですけど、季節逆転の撮影っていうのがあるんですね。例えば、今の時期春夏にリリースされるものってもうその前の段階から準備されていってるんですね。この制作にあたってデザインとか、製造とかもそうですけど、でその中で、モデルの撮影っていうのもその段階から行われていて、だいたい夏にリリースされるものはその前の冬に撮影されていて、逆に冬にリリースされるものは夏に撮影されるっていうことがこの業界で常識としてあります。去年の7月頃の撮影なんですけど、でそれが炎天下の中で撮影して、もう気温30度ぐらいあって、それはスタジオ撮影じゃなくてもうずっと屋外で撮るみたいな、それこそ屋根もなくてっていう撮影があったんですね。でその時着てたものがもうヘビーアウターで、こうダウンジャケットであったり、レザージャケットとか、インナーやったらスウェット、もちろん半袖系はなくてもう分厚い生地のものばっかりやったんですね。で、そういうのを着て一日中撮影するっていう仕事があって、で撮影してって、で初めは僕はずっと注意してたのが、こうどれだけ自分が暑いって感じててもそれを表に出さないということにこう集中してたんですね。汗を、こうにじませないように気使ったり、あと、汗を止めようとしてたんですよ。そんなんできるか知らないですけど、気持ちこう汗を止めようとしてて、でそればっかり集中してたら、目がチカチカするなって思ってきて、ほんとチカチカチカみたいな、暗なるみたいな感じをすごい感じて、みたいなってなって、じゃあこうまっすぐ立てなくなったんですよ。こう撮影中にクラってフラってするみたいな。じゃあもう本当吐き気もしてきて、うわやっばーみたいな、熱中症になったみたいな。でそんな感覚って今までなくて、多分生きてきてそんなものに熱中症食らう感覚がなかったんで、初め何これみたいな感じだったんですけど、状況的に考えて、全然熱中症やなっていうのに気づいて、で、僕がそこでちょっとあかんかったのが、それをねこう言えなかったんですよ。っていうのも、そこで僕がちょっとしんどいってなったら、撮影止まってしまうっていう、撮影が止まってしまうっていうのがすごい嫌やって、そっちを優先してて申し訳ないかなみたいなっていうので、我慢してやってしまってたんですね。で、そうやって結果こう体調に何もなかったからいいけど、今その後でもそのまま意識失って倒れるみたいなこともなかったからよかったけど、それは絶対ちゃんと言うべきやったなって思いました。変に遠慮してたし、言ったらあかんぐらい思ってたんで、それはそんなわけないし、絶対言った方がいいし、それは本当に危険な状態でした。本当に今思っても。で、そういう暑い時に大変やった撮影もあれば、もちろん寒い時に大変やった撮影もあって、でこれが2月ぐらいの確か撮影で、もう全然寒いんですよ、ソウルの2月って。それが倉庫みたいな倉庫スタジオみたいな場所でする撮影やって、その倉庫って言ってももうほぼ外なんですよ。倉庫内に入ったとしても全然寒いし、もう風もビュンビュン来てるし、気温も変わらんしっていうので、そういう撮影があって、それは春物の撮影やったんですよ。だからロンティー着て、軽いスウェットとか軽いニットぐらいで、もう基本はずっと寒いみたいな。基本待機中はアウター着て
はい撮影しますってなったら脱いでみたいなっていう感じで、それも1日がかりの撮影やったんですよ。こう撮っては着替えて撮っては着替えてみたいな、全部そのスタジオで行われるっていう撮影があって、それもなかなか大変で、こうその熱中症のような何か体調にむっちゃ支障をきたすことはなかったんですけど、とにかくその寒いと顔色がねやっぱり変わってきて、もうだんだん唇の色も変わるし白なるし、なんか覇気がなくなるし、そうなったらだからそれをこうどうにかするのにすごい必死でした。なんかそれね、別に寒いからって寒い顔をするわけにはいかんし、この時の撮影めっちゃ大変やったから、その上がり出たものもしんどそうにするとかってそんな話はないじゃないですか。そんなあかんし、だからどんなに寒くてもなんかどう元気でいられるかみたいなことをずっと考えてました。でその寒いのが撮影中だけならいいんですけど、その着替える部屋もめっちゃ寒くて、でそれは同じ倉庫内に部屋みたいなのがあったんですけど、それって別に部屋というかただの区切りなんですよ。なんか大きい空間とちっちゃい空間っていうだけで何もないんですよ、それ以外に。だから全然寒いし、だから着替えるから一回こうなんですかね、服脱いで寒いみたいな、服着ても寒いですけど、だからそれは本当大変でした。でそこに一応そのストーブみたいなのはあったんですけど、もうそんなんも全然意味ないぐらい寒かったです本当にですね。そういうあるあるは、全モデルが経験してることやと思います。他に大変やったのが、撮影時に僕コロナになったっていうのが発覚したんですよ。なかなか大変で、その撮影自体がミュージックビデオの撮影やったんですね。正直その1週間2週間ぐらい前は体調悪い自覚があって、こう悪寒するし多分熱あるしみたいな、夜しんどくて寝られへんしっていうのがあって、でもその時には別に自分でコロナの検査 PCR 検査するとかもなくてなんとか過ごしてて、その撮影の前日とか当日は全然元気やったんですよ。でそもそもそれ自体僕は風邪と思ってたんで、なんかまさか自分コロナとかも一つも思ってなかったんで、撮影に行って、でその撮影がそのソウルから離れた場所にスタジオがあったんですよ。だからソウル内でこうモデルたちがガーって集まって、結構な人数で一つのバスでそのスタジオ向かうみたいな、だいたい1時間以上ですかねかかって行く撮影やったんですね。でそのスタジオに着いたら、当時撮影前に PCR の検査するみたいなのがあったんですよ。簡易的な検査キットでその場でテストするみたいなっていうことがあって、その撮影もそうだったんですね。でそれはおそらくアーティストが結構ビッグネームやったんで、アーティストに気を使って多分やってたと思うんですよ、モデルたちは。 PCR 検査を受けさせるみたいな、おそらく。でやったら、僕だけ PCR の結果が陽性やって、もうやばいですよねそうなったら。ずっと一緒にバス乗ってきたやつが PCR 受けたら陽性やったって、他の人からしたらめっちゃ怖いじゃないですか。僕も逆やったらめっちゃ嫌やし、やばいこいつやばいみたいな、なんか爆弾乗ってたみたいな感じなんですよ。ほんまにそんな雰囲気、もう腫れ物になって、一気にずっと一緒におったやつがコロナやった、やばい、移るみたいな。しかも当時って今みたいなコロナの感じじゃなくて、まだまだちょっと怖いなみたいなって感じだったんですよ。今なんか風邪インフルみたいな感じなんですけど、まだその段階にはいかんぐらいちゃんとマスク必須の時期やったし、だからやっぱみたいになって、その結果のやつみたいな、確かなんか二重線みたいなのが出るんですけど、でいやーみたいな、もう悲鳴上げてる人もおって、それ見てでやばいやばいやばいみたいな感じで僕も思ってて、じゃあなんかその当時撮影はできるみたいな感じやったんですよ、僕自身。っていうのもなんか別にコロナになったからって病院行かんでいいみたいな、なんか、それはよく分かんなかったんですけど、自分も別にこのまま撮影受け入れますよ一応みたいな感じになったんですけど、そんなするやついないじゃないですか。そこで僕が普通に「あどうも」とか言って
陽性になってしまったんですけど撮影しますってなったらさすがにちょっと変すぎるんでやし、もう申し訳ないし、そんなだからそんなんありえへんと思ってその時はもう帰りました。もちろんでもうそれも1時間ぐらいかけて行って、そこから多分5分10分の出来事やったんですよ。5分10分でテストしてやばいみたいななったから帰るっていう、タクシー拾ってもちろん自腹で帰ったみたいな、ソウルまで帰ったという感じなんで、もうあの日はもうほんまにすっごいやばいやつでした。ずっと今思い出してもなかなかやばいなっていう。もっとね、僕があれなんですよね、あらかじめね、その体調悪い時に PCR 検査ちゃんとしとったらおそらくこんなことにはならなかったと思うんですよ。その段階で分かってれば撮影もいかんかったし。でも本当風邪と思っちゃってたんで、いけるやろみたいな、まさかコロナちゃうやろって思ったらまさかのコロナやったっていうことがありました。で、最後が、これ多分僕だけに当てはまるんかなっていうやつなんですけど、言葉問題っていうのがあって、僕普段撮影の時は英語を使うんですね。でその英語と撮影における簡単な韓国語やったら分かるんで、本当簡単なことやったら分かるんで、それでなんとか撮影するっていう感じなんですね、スタンスとして。でもその映像の作品ってなった時にそういうわけにもちょっといかず、特にCM であったりしたら喋らなくてもちょっとした演技は必要になってくるんで、そういう指示とかをその監督の人が僕に伝えることが多いんですね。でそうなると、英語を喋れる人がその場にいれば、英語で喋ってはくれるんですけど、日本語喋れる人がおった場合、その人が僕の通訳みたいになったりする時があるんですよ。でもそれってその場でなんとなく決まるというか、日本人の僕がモデルとしておった時に、そのスタッフの中で軽い日本語喋れる人がおったら、そのディレクターの人とかが日本語喋れるのみたいな、じゃあちょっとこの日本人の子に日本語で言ってよみたいな感じの、そんな感じでふわっと決まることがあるんですよ。でそうなるとちょっと大変で、っていうのもそういう人たちは何ですかね、通訳の人じゃないんで、完璧な日本語じゃないんですよ。アニメとかドラマで見て日本のカルチャー好きやからなんとなく日本語わかりますよみたいな感じなんで、何か細かい演技の指示みたいなのを伝えるってなった時には不十分なんですよね、それじゃ。でも日本語喋れるっていうのでそういう役目になってしまってるというか、しかもその指示した人もいわゆるどれぐらいその人が喋れてるかっていうのも分かってないんで、もうほんとそれが大変なんですよ、とにかく。で立場的に強く言えない人たちがそういう役目になるんで、上からの指示でこの子に日本語で伝えてってなった時に、その人たちもすごい焦ってるというか、監督とかディレクターの指示やから絶対に伝えなみたいなっていうので伝えてくれるんですけど、もうほぼね理解できないんですよね、そうなったら。でもこっちが理解してなかったも、じゃあ私は伝えましたからじゃあみたいな感じでもうバーって離れていくんですよ。でそのままその撮影始まったりするんで、ちょっと待って、こっち何も分かってないけどみたいな、それじゃ伝わらなかったけどみたいな感じでっていうことが本当によくあって、でもその人たちの気持ちももちろん分かるというか、上の人から言ってる指示やからそれを絶対こなさないとって思うのはみんな思うじゃないですか。その指示って絶対やし伝えてねえじゃんみたいな感じになられたらその人が悪いみたいな感じになっちゃうんで、だからその気持ちは分かるんですけど、正直そうなったらもうじゃあもう誰か英語で伝えてみたいな、別に僕の母国語である日本語を使わんでいいから英語で喋ってみたいなってなる時はあります、正直。もちろんその郷に行っては郷に従いなんで、僕が韓国でモデルしてんのに韓国語知らんと英語喋ってや日本語喋ってやっていうのはもちろんおかしいっていうのは分かってはいるんですけど、大変な時もあるなっていう感じです。そんな感じですかね。いろいろ大変なことあるんですけど楽しく仕事はやってます。では。